皆さんこんにちは、石野果歩です。今回は基本線が下手な人の3つの共通点というお話をしていきたいと思います。書が上手くなりたいと思ったら基本が大事ですよね。初心者の方も書をやりたいと思ったらまずは横線の練習から始めたりとか、右払いの練習だけやってみたりとかっていう風にまず基本線から始めますし、上級者の方も例外ではありませんよね。やっぱり壁にぶち当たった時とかスランプに陥った時とかってやっぱり基本が大事だなっていう風に自分自身で気づいて、基本線の練習に戻るみたいなことってよくあるんじゃないかなっていうふうに思います。基本が一番難しいのが書じゃないですか。筆使いだったりとか技術的なことをたくさん含まれています。そこさえ磨けば上手くなる。ところが長年基本線に悩んでる方とか、めっちゃ時間かけて練習してるのに身につかないとかっていう場合もあるじゃないですか。そういう時の原因のほとんどがなんと技術ではありませんでした。体の使い方なんです。今日はその現実と重要なお話をさせていただきたいと思います。じゃあ実際どうすればうまく書けるんだ、教えてくれっていうことだと思うので、今日は皆さんに3つのポイントをお話しします。ぜひ最後までご覧ください。基本線が下手な人の3つの特徴。1つ目は持ち方が間違ってるかもしれませんですね。で、持ち方って本当に基本中の基本だし、今日やるのは基本線だろうって、書き方が知りたいんだよって思ってらっしゃる方も大勢いらっしゃると思います。その書き方っていうのは実は以前配信した縦書がまっすぐ引けない方の特徴とかでも解説してますし、以前の YouTube でいろんなパターンで紹介してますので、ぜひですね過去の動画見ていただきたいなと思います。で、今回は基本線が上手に書けない方って意外にも持ち方が影響している場合がほとんどですよっていう事実、現実をお話しさせていただきたいなと思っております。これマジなんですよ。初心者に限った話ではなくて、ある程度経験を積んだ上級者の方でもずーっともう何十年と同じ持ち方されてきた方であっても、親指一本の位置を変えるだけで劇的に線良くなります。じゃあ具体的にどうするのかっていうと、線がまっすぐ引けない方のほとんどの持ち方っていうのは大体2パターンに分かれます。まず1パターン目がこういう感じ。なんか一見綺麗なように見えませんか？この持ち方って普通に見えますよね。でも実は致命的なことが1個あります。それは何かというと、実際に書けばわかります。もう一本引いてみましょうか。いろんな書き方で引いてみます。はい、手のひらから軸の位置が遠すぎて、つまり指先だけで軸を支えているこの3本だけで軸を支えているため、筆を支えるこの手の力が紙の抵抗に負けてしまって線がふらつく。これが結構多い理由の一つになります。なので、もし同じようにこういう手のひらから軸の位置が遠くなるような持ち方をされている方がもしいらっしゃれば、今回を機に親指の第一関節曲げてみてください。そうすることによって軸の位置がぐぐぐっと手のひらに引き寄せられますから。で、そうすることによって、親指曲がることによって親指と薬指でしっかり軸がホールドできる。この2本だけでもちゃんと支えられている状態ですね。この薬指の爪の横、親指の爪の横で、人差し指の第2関節第3関節の間ぐらい、この3点で支えることが十分できる状態。じゃあこの2本どうすんの？中指の腹と人差し指の腹は感覚がものすごくいいです。なので、せっかくですからこの指の腹を軸に触れさせておくことによって、紙からの抵抗感、摩擦、全部この人たちにキャッチさせましょう。それぞれの指の役割が 100% 果たせている状態の時が一番安定したいい線が引ける状態だということ。で、これを覚えておくと、どの書体を書く時にもほぼ基本線はいい線で弾けるはずなんです。もちろんそれまでに練習は必要だと思います。技術的な要素も必要だと思います。ただしこの持ち方が基本にあっての話だと思うので、ぜひですね、まず持ち方から見直すっていうことも皆さんもやってみてください。で、もう一つあるんですよね。親指が次はズドーンってこんな感じになってしまってる方もよく見かけます。これは箸を持つ時の、箸ってこう2本で持つじゃないですか。
こんな感じで持ちますよね。箸の持ち方って、この下の箸固定して動かさないです。下の箸はここに当たる、ここのちょうど谷のところにグッと入って、薬指の爪の横に下の箸は触れている。これ全く動かさないですよね、箸扱う時って。で、上の箸だけがこの3本の指によって身動きが取れる状態。皆さんも多分こうやって持たれてる方が多いと思うんですけど、悪い例の人っていうのは下の箸を残した状態で筆持ってるんですよ。これだとどうなると思います？もうカッチカチに固定された状態、身動き取れない状態を作っちゃってるわけですので、線どうなるかっていうと、めちゃくちゃ粗い線が出たり、粗くなかったとしてもものすごく固めの線が出たり、穂先が浮いてしまってガサガサの線が出たり、あとは柔軟性に欠けるので、この上下運動をしてここで線を絞るっていう動作ができなかったりとかするわけです、この持ち方の場合は。ところが、例えば箸の持ち方でも筆に応用できるすごいいいアイディアがあるとすると、下の箸ではなく上の箸の持ち方参考にするといいです。下の箸抜きます。この時この薬指がどこに触れてるのか覚えておいてくださいね。箸は爪の横にありました。じゃあこれ抜きます。今上だけの状態。じゃあこの人をここに触れさせます。ここ持ち方変えないままですよ。ここに触れさせてみます。移動させます。じゃあ中指上に上がります。双方法の持ち方になりました。これが正しい箸の持ち方なんですね。でこの持ち方ができると、なんか同じように横隔書くにしても弾力に富んだ、例えば太い細い太いっていうのが柔軟に対応できたりとか、あとは毛先が紙面から浮くことがなくなってちゃんと紙に密着した潤った線が描けたりとかっていうことに実際につながっていくわけですね。なのでたかが持ち方、されど持ち方で本当に見直すだけですごく良くなるはずですので、皆さんもぜひ今日お話しした親指の位置っていうのを自分自身の持ち方とちょっと照らし合わせて今一度確認してみたらいかがでしょうか。基本線が下手な人の3つの特徴。2つ目は手首が下がっているですね。線が不安定になってしまう人の持ち方で一番多いのが手首が下がって幽霊の状態で書いているということです。これも気をつけるとすぐに治ることでもありますので、ぜひ自分が書いてる様子を動画などで撮影してみて手首が下がってないかどうかチェックしてみるのもおすすめです。じゃあ手首が下がってると実際にどうなってしまうのかって悪い例をお見せしたいと思います。もう何にもコントロールがあまりできないような状態ですね。こう手首がふらふらと動いてしまう、左右にも動くし縦にも動くしっていう状態が手首が下がっている時の状態になります。人間の都合だと思う、なんか肉体の多分もう仕方のないことだと思うんですよ。手首まっすぐにした状態とか手首起こした状態とかだと実際どうなるかっていうと、じゃあまっすぐの状態でいきます。まだ動きますね。じゃあちょっとだけ上げてみます。ほぼ動かないんですよね。これすぐ実感として得られると思うので、ぜひ皆さんにも騙されたと思って実験してみていただきたいんです。例えばですよ、じゃあバイバイって手振ってみてください、皆さん。バイバイ。はい、この時どうやって皆さん手動かしてます？手首から先だけこうやる人いないですよね。これマジで難しいですよね。こうやって肘からこうやって振ることによってこう手首をこう大げさに動かすみたいなことをバイバイの時ってみんなやってると思います。でもはい今のバイバイ手首下がってる状態でやってみます。なんと手首から先だけでできるわけですよ。超不思議ですよ。上に向けた時はバイバイって肘から動かさないとバイバイにならなかったのに、手首下の時は自由に動けるわけです。人間の不思議ですよね。なので筆の持ち方の時も手首下がってると絶対ふらつくし、絶対というか99.9% にしときます。ふらつくし。手首上がってる時ってほとんどそれが固定されるわけですね。よく正しい持ち方身につけるために木の板はめときたいみたいなことをおっしゃってる方多いと思うんですけど、それは手首上げるだけで割と固定されますというお話なんですよね。手首上げるだけでブレない線というのが身につきます。本当にすごいんです、この劇的な効果。まっすぐより下だともう結構アウトです。下はもう完全になしじゃないですか。でもまっすぐでもまだ不安定ですから。なのでほんの少しこの手首の延長から上がる状態を作るってこと、こんなに大事なのかっていう風に実感得られやすいと思いますので、ぜひ皆さんやってみてください。
基本線が下手な人の3つの特徴。3つ目は、肩甲骨が上がっているですね。ちゃんと引こうとか、うまく引きたいって思えば思うほどに人の体は不思議なもので緊張してしまいますよね。私も同じです。特に会場の時なんか、もうついつい前かがみになってしまって、普段の姿勢ではなく、ちょっとこういう風に肩が上がっちゃったりなんかして、こういう風に書いてしまう方多いんじゃないかなと思います。私も気をつけないとついついなってしまうんですよね。ところが今みたいに肩甲骨が普段の位置よりグッて上がった状態を作ってしまうと、よく書道の基本的なことで言われる肩の力を抜きましょうっていうことが一切できてない状態を作り込んでしまうことになるんです。なので肩甲骨を意識的に下げる。これみんなの背中です。みんなの背中、この辺に肩甲骨あります。この位置をこっち側に引き寄せる感じのイメージでちょっと下げてみてほしいんですよ。ギュッて。そうすると、この筋肉縮ませていただくことによって、めっちゃ肩の力抜けます。肩の力抜いてる状態で書くと、めっちゃくちゃ線安定するんですよ。ブレません。これ、ちゃんと引いたつもり、私。でも、めちゃくちゃ揺れてる、よく見ると。で、しかもだんだん太くなったりとかして、思った線にはならなかったわけです。これなぜならば、肩甲骨が上がってたからに他ならないですよね。肩甲骨上がるっていうことは線に安定感が埋めないということ、肩の力が入ってしまっていることと同じなので、今日なんでいつも弾けるはずなのにすっごい揺れるんですけどみたいな人かにもこの方法めっちゃ効果的。肩甲骨下げるだけでいつものうまく弾ける状態に戻せたりとか、調子悪い日がなくなったりとかっていうのが意外とこの肩甲骨の位置によってコントロールできたりするので、自分を始めたばっかりだっていう方ももちろんぜひ意識していただきたいことなんですけど、安定した基本線を身につけていく、上手な線を弾けるようになるためにはほぼ必要な要素なんじゃないかなっていう風に思います。多分ほとんどの方が意外に感じたと思います。持ち方とかはまだ理解できるけど、肩甲骨って書道と関係ないじゃんみたいな。でも私は書道はスポーツだと思っています。体の使い方が上手い人の方が書道も上手いです。なのでぜひですね、この肩甲骨の位置下げるっていうこの重要なポイントを押さえることによって、皆さんにも運動神経が良くなっていただいて書道の上達につなげていくっていうことができたら嬉しいなっていうふうに思いました。はい、ということで今回の3つのポイントをおさらいしていきましょう。まず1つ目が持ち方でしたよね。箸の上の箸の持ち方のように筆を持つこと、この手のひらから軸の位置が遠すぎないようにしっかりホールドすることっていうのが大事です。で、あとは2つ目は手首の角度、これも大きな影響がありますのでちょっと上げとく。で、最後が肩甲骨を下げる。この3つのポイントを押さえて書くことによって格段に基本線が安定してきたりとか、いつも不安定だったフラフラの線が骨力のある古典のような品格のある線っていうのに近づけていくと思いますので、騙されたと思ってぜひ皆さんも基本に帰ってみてください。もし今回の動画ためになったなと思っていただけましたら、ぜひいいねボタンよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もお願いします。動画の感想をコメント欄の方にもお待ちしております。今日は本当に初歩的なお話をしたので、まだまだもっと深く学びたいっていう方はぜひですね、アプリ私の書道学校でもお待ちしておりますので、私の書道学校の詳細は概要欄の方に URL を載せておきますので、ぜひ覗いてみてください。今回の動画は以上です。最後までご清聴いただいてありがとうございました。さようなら。